神回。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。今回は週刊少年ジャンプ2025年8号、ワンピース最新話1136話、太陽を待つ国を考察していきます。この1136話を読み解くキーワードはもちろん、数字のロックです。それはまず2週間前に考えた1136話の語呂合わせ。1が2つで、It's the lock。It's the lock。ロックとは名詞では錠前、動詞では閉じ込めるという意味です。そしてさらにシャンクスの6年前にもつながりますが、もちろん最も重要なのは語呂合わせではありません。それは3年前、こちらの動画で考えたワンピースの裏テーマ、大航海時代に行われていた人類の歴史の大航海、黒人奴隷文化。それは太陽へと続く道へとつながります。この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずはいつものように2週間前の1136話の予想を振り返りましょう。こちらです。1136話の類似話数は36話、136話、1036話です。1136話固有の語呂合わせを考えるなら It's the lock。 動くな。女戦士が大量の包帯を巨人たちに巻きつけて一気にロック、つまり身動きを取れなくするのか。はい、2週間前の予想はいまいちです。ロック、錠前には注目できましたが、そこから小田先生はさらにロキの鍵にもつなげてきました。1136話の和数の理論を追加していきましょう。36話ではカヤを守りたい狼少年のウソップが動けない。一方1136話ではロキを守りたい狼が包帯で拘束されて動けない。次に1036話ではロッキを攻撃する赤髪のフーガ。一方1136話では6年前、ロキを攻撃した男は赤髪のシャンクス。そんな1036話のタイトルは、武士道というは死ぬことと見つけたり、語呂合わせは問う侍。侍である赤座屋たちは生きることを諦めようとしますが、ウソップは諦めるなと説く。一方1136話では、ロキが戦士としての死に様を語っています。戦士ならばジタバタするなとエルバフの王子ロキは言う。一方そのエルバフの戦士に憧れているウソップはジタバタともがいてでも生きろという。つまりエルバフの戦士の美学とウソップの美学は違う。これはもしかするとウソップはいつの日かエルバフの戦士たちに新しい価値観を伝えるかもしれません。そして今回最も重要な類似話数のつながりは扉への伏線です。1136話の扉へはフーズフーのアジトが描かれています。フーズフーは作中で初めて太陽の神ニカを語った男です。一方1036話の扉へは構図付けにされた街が描かれていますが、その街の壁にはソレイル、太陽と書かれています。つまり太陽が氷でロックされている。そしてさらに壁には1967とも書いてある。ソレイル1967とは一体何なのか。それは3年前このように考えました。こちらです。そして1036話の扉絵では氷の中に謎の文字が書かれていました。これを読み解いた人が Twitter グスタさんです。彼は1036話の扉絵の謎の文字は1967年に公開された映画ソレイル、太陽ではないかと読み解きました。この映画ソレイユは黒人差別がテーマであり、ソレイユとはアフリカから奴隷としてカリブ海に連れて行かれたアフリカの黒人の痛みを物語る歌から名付けられたタイトルだそうです。この話はジョイボーイの元ネタと合致しています。1136話の類似話数、1036話の扉絵には黒人差別をテーマとした1967年の映画それが書かれているのです。ワンピースでジョイボーイとは人名ですが、現実世界のジョイボーイはカリブ海の神の名前です。それは大航海時代、アフリカの奴隷たちがカリブ海へ連行される際に空想した歌と踊りの神、それがジョイボーイなのです。これが太陽の神のモチーフでしょう。そして1967年の映画ソレイル王太陽は、そのアフリカ人奴隷がフランスに移民して差別や偏見に苦悩しながら暮らしていくお話なのです。そんな差別や偏見はワンピースにおいて魚人を通して描かれていると考えました。魚人は長年差別や迫害されており、それを解放する人物は明らかに魚人島でヒーローと呼ばれたルフィだと読み解けるからです。ワンピースは実際の大航海時代を土台として描かれていますから、その大海賊時代で差別されている魚人は、イコール大航海時代に差別されていた黒人のイメージとして描かれているかもしれません。
しかし一方で、魚人は逆に白人のイメージとしても描かれています。それは迫害されたホーディたちが逆に人間を下等な種族だと呼んで、人間に加担する魚人を差別し始めました。これは奴隷解放の戦い、南北戦争後に結成された白人至上主義を謳う過激な組織 KKK、クークラックスクランを想起させます。そんな奴隷制度が世界で禁止されたのはわずか74年前です。1036話でフーズフーは魚人であるジンベエを差別していました。今時流行らんぞ、魚人差別など。そして今回1136話ではジンベエが巨人たちに本当に肌が青い、そのように指摘され、さらに巨人たちはブルックに対しても何族なんだと興味津々ですが、ここで巨人たちは興味はありますが差別はしていません。なぜなら多くの巨人たちはエルバフから出たことがないため、世界中に蔓延する魚人差別に触れていないからです。ワンピースの世界で魚人たちは差別されている存在であり、魚人たちも人間たちを嫌っていましたが、その魚人のジンベエと人間のルフィは648話で同じ血を分け合う、まさに兄弟分となっていました。その648話のタイトルが太陽へと続く道。とても道とは言えぬほどか細く狭いその管こそ、恐れ合う偏見を、血で血を洗う戦いを、核もたやすくすり抜けて絵空に描く幻想よりも確かに見える太陽へと続く道。そう、ここで太陽の神ニカことルフィの大いなる役割がわかります。世界中に蔓延する魚人たちへの差別や偏見、それらの概念を破壊して解放するのが太陽の神ニカことルフィだと読み解けるのです。暗い深海から魚人たちはいつの日か太陽が輝く、太陽へと移住する、太陽へと続く道。これが1136話の話数の語呂合わせ2つ目。1が2つで It's Sun Road、 It's Sun Road、 太陽への道。さらにサンロードではなくサンロードならば、それは太陽の神という意味です。ロードには神や支配者という意味があるからです。1136話にはその太陽の神の概念を間違えて捉えているロードが登場していますが、このロードはいわば太陽へと続く道を間違えた男だと読み取れます。そして太陽へと続く道を間違えた男といえば、もう一人1036話のキングがいます。褐色の肌のルナリア族の生き残りであるキングは1036話でジョイボーイ、つまり太陽を待っていた男だと語られている。そしてゾロに敗れたキングの姿はまるでギリシャ神話で語られるイカロスの翼のようです。イカロスは太陽に近づきたくて自作の翼で空を飛びましたが、太陽の炎で燃えて落下したイカロスの翼。つまりキングとは太陽へと続く道を間違えた男です。さらにそのギリシャ神話イカロスの翼とは1114話のタイトルでもあり、それはベガパンクへもつながります。1134話でベアバンクは永遠のエネルギーを夢見た。この世界を大きく未来へ進めたい一心で、私は太陽に近づきすぎてしまった。ベアバンクもまたある意味で太陽へと続く道を間違えた男です。ベアバンクが製造したマザーフレームは世界を破壊する古代兵器の動力となってしまいました。この1136話で太陽の神という存在について巨人たちは破壊の神なのか解放の神なのか、破壊か解放か、そのどちらをもたらす神なのか揉めていますが、破壊と解放、この二重性は矛盾していません。ルフィはアーロン編で海図の部屋を破壊してナミの心を解放していました。つまり現状の世界や概念がもしも誤っている場合、それを破壊することで苦しい人々は解放されるからです。ワンピースの天竜人たちは現実の大航海時代と同じ奴隷制度を採用しており、金銭だけでなく人間さえも要求している全世界上納システムを完成させています。そんな世界を破壊して解放するのが太陽の神ニカでしょう。ヤルル曰く、ニカは世界が大きく形を変える時に現れる。故に時の権力者はニカの出現を恐れるのだ。さらにヤルルはある意味でロキやハラルドもニカになろうともがいていたのだろうと言います。このセリフでこれまでの全てがつながります。ロキはそんな腐った世界を破壊したい。それが太陽の神であり正義だと思っている。それが証拠に1136話でロキは神の騎士団や天竜人をゴミクズだと言い切っています。6年間も拘束されて解放されるチャンスなのに、だが断る。ロキや世界政府には絶対に従わない。
一方、こちらで考えたように、ロキの父親ハラルドは世界政府に従ってしまったのか。とにかく、自称太陽の神ロキは世界を破壊したい。これは類似話数1036話の態度にもつながる。俺がジョイボーイだと？俺の作ろうとする世界はお前の願う世界か？電流人って奴らになぜみんな従うんだ？急げジョーカー。最後の戦闘準備を整えろ。こんな退屈な世界、壊れてもいい。そう、カイドウもまた太陽の神を目指していた男か。さらにそのカイドウと手を組んでいたジョーカーことドフラミンゴの願いも同じです。この世界をぶち壊せればそれでいい。これらは4年前に考えた海賊たちの夢はほぼ一緒説。こちらの考察にもつながる考え方ですが、となるとカイドウが所属していたロックス海賊団にもつながりそう。ジーベックもまた世界の破壊解放を目指していた可能性です。だからロックス海賊団の海賊旗はニカに似ているのか。以上がその理論とつなぎです。長くなりましたが本編の流れも考察しましょう。1136話のスタートはハイルディンが仕留めたヘラジカの肉を上納されて美味しそうに食べるルフィ。ヘラジカの別名はムースであり、すでにここまで考えてきたようにエルバフ編と表裏一体だと考えた空島編のジャヤではムースが太陽の神に上納されそうになっていました。そんな上納されたヘラジカとは凶暴だという。凶暴、また凶暴。こちらの動画ではエルバフに長居すると生物は凶暴化してしまうと考え、そこからニカはエルバフで暴走、つまり狂戦士ベルセルク状態となると考えましたが、さらに1136話でウソップはルフィの影が入った魔人オーズの話をしていますが、このオーズとは巨人族に伝わる凶悪な戦士だという。つまり狂戦士魔人オーズ。これもヒントだというのか。そしてヤルルはエルバフに来た人々は冥界の階層をエルバフだと勘違いして逃げ帰る者が多いという。これが1136話の話数の語呂合わせ3つ目。人々去る、人々去る。語呂合わせでは6をルと読むそうです。ここでロードが麦わらの一味に謝罪しています。そんな謝罪するロードに対してゾロはお前の首は飛んでいたと脅していますが、これが1136話の話数の語呂合わせ4つ目。いいスリル、いいスリル。そしてそのロードを通して太古よりエルバフに伝わる太陽の神の伝説が語られています。それはハーレーと呼ばれる神典に書かれており、その神典によればなんと世界はすでに2度壊れているという。そしてその都度太陽の神ニカが現れているとも言います。つまり少なくとも2度太陽の神ニカは現れている。1度目はおそらく原住民のような姿のニカでしょうか。2度目はおそらくジョイボーイのニカか。そして3度目がルフィのニカなのか。そのように考えると、イム様はジョイボーイを敵視していますから、2度目と3度目の敵がイム様ならば、1度目の敵もイム様なのでしょう。いや、イム様というよりも、イム様の悪魔の実こそが太古からの共通の敵でしょうか。僕はこちらの動画で、イム様とは悪魔の実の悪魔蛇に精神を乗っ取られていると考えています。そんなエルバフに伝わる古代のニカは、白い雲をまとい、真っ白な髪と衣装で大笑いしながら現れるという。これが1136話の話数の語呂合わせ5つ目。いいミーム。いいミーム。ミームとは生物学者リチャード・ドーキンスが提唱した言葉で、ミームとは遺伝ではなく人から人へ伝わっていく文化、物語や習慣、衣服や行動、シンボルだと言います。しかしここで重要なのは、エルバフの太陽の神はゴムの体であるとは伝わっていません。これは重要です。これならばロキが自分こそが太陽の神ニカだと勘違いしていても不思議ではない。太陽の神の条件は真っ白な姿で白い雲をまとっている、それだけです。そしてこちらの動画ではそんなロキの悪魔の実とはロキ、つまり原子炉、原子力そのものだと考えました。原子炉は真っ白な蒸気を作ることで電気や原爆を生み出しますが、こちらの考察もどうなんでしょうか。そんなニカの説明を受けたルフィは、俺は全然関係ないという。ルフィは世界の破壊も人々の解放にも興味はありません。ただ出会った仲間を救えるなら救いたい、それだけです。一方ロキは6年前まで海で暴れていたとも言います。
そのロキを捕らえてエルバフに連れてきたのがシャンクスだという。つまりシャンクスはロキを捕らえたあたりで四皇と呼ばれるようになったと。これは多くの方が的中させていました。そんなシャンクスの話にそわそわするルフィを見たゾロは、村の外れに呼び出してロキの鍵の話を聞いています。するとナミがその話を嗅ぎつけて合流します。まずはロキの城の鍵を見つけることになりました。これが語呂合わせ It's the Rock。ここでナミはロードを下僕にしています。1番下僕はライウンゼウス、2番下僕は鉄の体のサンジ、3番下僕は自称太陽の神ロード。雲と太陽を操るナミはもはやほぼビッグマムです。さらにナミの目的は鍵ではなく城の中にあると見越したお宝でした。場面は変わってロキがいる冥界へ。そこにはシャンクスに似た神の騎士団がロキを勧誘しています。なぜロキのことをよく知らない神の騎士団がロキを勧誘しているのか。エルバフでは10歳の頃からいたずらを繰り返し、海では暴れ者だったロキをなぜ神の騎士団は必要としているのか。それはこちらの動画で考えたように、神の騎士団はロキの悪魔の実を欲しているからではないでしょうか。ロキの悪魔の実とは世界を破壊できる原子力だと考えました。その原子力の能力を使えれば古代兵器をさらに動かせると考えました。こちらの考察もどうなんでしょうか。そしてさらにそこで神の騎士団とは天竜人のみで構成されているわけではなく、海軍大将の一将や荒牧と同じようにスカウト制度によって結成されていたようです。だから神の騎士団の女性の名前は軍子。なんとかグーがついていない。軍子は軍服を着て包帯を巻いていますが、軍子はおそらく軍国主義者なのでしょうか。そんな軍子の前にロキの友達の狼が現れていますが、軍子は狼を包帯でくるくると巻いて拘束しています。これも語呂合わせ It's the Rock。狼の行動を封じました。この軍子の悪魔の実の能力は何なんでしょうか。それは例えばくるくるの実とかでしょうか。締め上げられた狼は今にも窒息死しそうですが、ロキはそれを運命だと言い、その代わりその怒りを食らい世界を滅ぼしてやるとブチ切れています。以上です。続いては次回1137話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1137話の類似話数は37話、137話、1037話です。37話海賊百景の黒、語呂合わせはみなげ。自分で自分を死んだことに見せかけて黒は海賊から降りた男。ここでは偽物の黒が描かれていますから、1137話では偽物のシャンクスがいよいよ活躍するのか。また37話では黒がルフィの腕に乗り、一方1037話ではルフィがカイドウの腕に乗っていますから、1137話でも誰かが巨人の腕の上に乗りそうです。次に137話は雪崩、語呂合わせは悲惨な雪崩によって村やルフィたちが飲み込まれていますから、もしかすると1137話でも災害級の巨大な攻撃がありそうです。次に1037話はシュロン八景、語呂合わせはあの実の名。1037話では歴史から消された伝説の悪魔の実の名前について語られています。その悪魔の実の名前とは太陽の神ニカでしたから、1037話ではもしかするとロキが食べたというエルバフに伝わる伝説の悪魔の実の名前が明かされるかもしれません。そんな1137話の話数の語呂合わせ予想は、人、意味、な。意味嫌われている呪われた王子ロキの話になりそう。ロキの悪魔の実の名前は何なのか。いちいちみんなエロいロードが波をじろじろと見るのか、それともいよいよロキの目の包帯が外れるのか。いい道。やはりロードが活躍しそう。そして神の騎士団はロキを拘束して魔法陣がある城まで包帯で道を作って移動するのか。その城でルフィは偽物のシャンクスを見るのか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。